長いポケモン対戦の歴史の中で、最強の座は次々と移り変わっていった。今回は各世代の最強ポケモンたちについて紹介するぜ。レイム、なんで泣いてるんだ？初めてランクマッチに潜ってみたんだけど、私のゴリランダーがエースバーンにボコボコにされたの。それは災難だったな。特性のリベロが強すぎるのよ。エースバーンは最強格のポケモンだからな。ねえマリサ、エースバーンが登場する前はどんなポケモンが活躍してたの？少し気になってきたわ。じゃあ今回はシングルバトルで使用されてきた歴代最強ポケモンを紹介するぜ。わーい。初代の最強ポケモンはケンタロスだ。私も知ってるわ。確か初代の破壊光線がぶっ壊れなのよね。レイムも知ってたか。初代の破壊光線は相手のポケモンを倒すと反動がないから、実質威力150命中90の壊れ技だったんだぜ。そんな技をタイプ一致で打てるなら1位も納得ね。ケンタロスの強さはそこだけじゃないんだ。他にもあるの？ケンタロスの素早さ種族値は110とかなり高くて、初代は急所率が素早さに依存してるから攻撃がバンバン急所に当たるんだ。21%？ そして初代もう一つの壊れ技、吹雪を覚えることができるんだ。技スペックはこんな感じなんだけど、特筆すべきは凍らせる確率だな。3割で凍って強すぎるでしょ。特殊の種族値は70あるからサブウェポンとして十分機能したしな。環境的にエスパータイプが強くて格闘がいなかったことも追い風になったぜ。ケンタロスのライバルっていなかったの？ガルーラが同タイプで似たような種族値なんだけど、攻撃、素早さ、特殊で劣っていて一部のトレーナーしか使ってなかったんだぜ。ということで初代最強はケンタロスだぜ。またノーマルタイプが最強なのね。ノーマルタイプだから強いってわけじゃないんだけどな。第2世代では特殊のステータスが特攻、特防に分けられて、その恩恵を最も受けたのがカビゴンなんだ。特防の種族値が45も上がってるわ。特殊方面は種族値で大幅カバー、攻撃と防御は新技呪いで強化できるから、要塞として君臨したんだぜ。眠ると寝言を組み合わせた眠寝子型もカビゴンと相性が良かったんだ。初代最強のケンタロスはどうなったの？ケンタロスの支柱だった破壊光線、吹雪が弱体化されたほか、特攻種族値が40になったことで特殊技の採用が絶望的になったぜ。カビゴンとは真逆で種族値が下がっちゃったのね。そうだ。第2世代では急所率が16分の1になって素早さの高さを前ほど活かせなくなったのも痛くて、ケンタロスは環境の最前線から退くことになったんだ。カビゴンに肉薄するポケモンっていたの？太い骨持ちのガラガラだな。え？ガラガラ？ああ、ポケモンに道具を持たせられるようになったのは第2世代からなんだけど、当時は強い持ち物があんまりなかったんだ。知らなかったわ。だから攻撃力を2倍にできる専用アイテムは超強力だったんだぜ。ガラガラを受け切れるポケモンはいないと言われたほどだ。ということで次行くぜ。第3世代の最強ポケモンはメタグロスだぜ。鋼エスパーの複合タイプは弱点が少なくてシンプルに強そうね。その通りだ。当時は鋼がゴーストと悪を半減できたから、優秀な複合タイプだったんだ。それに、第3世代での仕様変更も追い風になったぜ。仕様変更？一体何なの？まず努力値の仕様が変わったんだ。第2世代までは全てのステータスに努力値を触れたんだけど、第3世代からは合計510までという縛りができたんだぜ。マリサ、その努力値って何？4ポイントごとにステータスが1上がる隠しパラメータのことだ。ラッキーを倒したポケモンには HP の努力値が与えられて、HP のステータスが上がりやすくなるんだぜ。倒したポケモンの個性となるステータスが努力値として振り割られる感じかしら。そんな感じだな。あと性格、特性が登場したのも第3世代からだ。そうだったのね。でもなんでこの要素がメタグロスにとって追い風になったの？努力値に制限ができたことで、ステータスが種族値依存になったのと、メタグロスに与えられた特性クリアボディが強かったのが要因だぜ。種族値に依存？頭がこんがらがってきたわ。努力値で底上げできるステータスが減ったから、ステータスは種族値により依存するようになったってことだな。メタグロスは600族と言われる最高峰の種族値を持っていて、第3世代の仕様と噛み合ったって感じだ。なんだかわかったようなわからないような、カビゴンまでと比べると強さがはっきり伝わってこないわね。ここら辺は難しい仕様だからな。メタグロスが手に負えなくなったのはエメラルドが発売されて技教え親父が追加されてからだ。3色パンチに加え、大爆発まで習得したから1匹で2匹持っていくことがより簡単になったんだ。あ、それは強そうね。殴り合いに強いポケモンはどの世代も強いんだぜ。
ガブリアス、私も予想してたわ。ポケモン対戦の花って感じのポケモンよね。お、レイムも知ってたか。ガブリアスは地面ドラゴンの複合タイプでメタブロスと同じ600属だ。ガブリアスの強みを教えてちょうだい。素早さ種族値102から繰り出される地面、ドラゴンのタイプ一致技がシンプルに強力だ。当時はフェアリータイプがなくて地面ドラゴンがほとんどのポケモンに当倍以上で通ったんだぜ。技範囲が広いのはそれだけで強力ってことね。スタンダードなアタッカー運用の他に、特性砂隠れを利用して身代わり光の粉で相手の攻撃を避ける方、大文字や流星群を搭載した特殊型などいろんな方がいたから、対策が難しかったんだ。攻撃を避けるタイプはお互いヒヤヒヤしそうね。第3世代最強のメタブロスはバレットパンチの習得、三色パンチ物理化でさらに強化されたんだけど、ガブリアスの台頭で最強の座を譲ることとなったぜ。地面が弱点のメタブロスにとってはちょっときつそうな環境ね。まあメタブロスも強かったんだけどな。第4世代は結論パっていう最強の構築があってメタブロスはそのうちの1匹に入ってたんだ。他にはどんなポケモンがいたのかしら。結論パに入ってたポケモンはこんな感じだな。この5匹プラス好みのポケモンを1匹加えたパーチが当時最強とされていたんだ。しっかりガブリアスも入ってるわね。だいぶ種族値が低いポケモンが出てきたわね。ああ、キノガッサの強みはそこじゃないからな。キノガッサは眠りターンの仕様変更とキノコの奉仕、夢特性獲得によってトップメタに躍り出たんだ。眠りターンの仕様変更？夢特性っていうのも聞き覚えがないわ。まずは眠りターンの仕様変更から説明するぜ。第5世代では眠るターン数が以前までの2から7ターンから2から4ターンに変更されたんだけど、ポケモンを交換すると眠りターンがリセットされるようになった。レイム、この意味がわかるか？あまりピンとこないわ。むしろ眠りターンの上限が減ってよかったように思うけど。眠ったポケモンが不利なタイプと対面した時、そのままやられるのはもったいないから、交換したいと思わないか？そうね。でも交換をしてサイクル戦をしている限り、眠りターンがリセットされるから、一回眠ったポケモンは基本的に起きないということになってしまうんだ。それはきつすぎるわ。伝わってよかったぜ。続いて夢特性なんだけど、これはポケモングローバルリンクっていう公式サイトが関係してて、ここで捕まえたポケモンは特別な特性を持っていたんだぜ。その特性を夢特性って言うんだ。それで、キノガッサはどんな夢特性なの？テクニシャンって特性で、キノガッサとの噛み合いが抜群だったんだ。先制技のマッハパンチ、連続技の種マシンガン、追加効果が優秀なローキック。これらの技の威力が軒並み 1.5 倍になって、大幅に火力が強化されたんだぜ。火力と最強の補助技を兼ね揃えた存在になったのね。元々の特性ポイズンヒールが優秀で使い分けもできたしな。ということでキノガッサの紹介だったぜ。第6世代最強はメガガルーラだ。初代ではケンタロスの影に隠れていたことを思うと胸が熱くなるわね。確かにな。第6世代ではフェアリータイプが登場してドラゴンタイプが弱体化したほか、メガ進化っていう新システムによっていろんなポケモンが強化されたんだ。そして最も強化を受けたポケモンがガルーラというわけね。その通りだ。メガガルーラの特性親子愛がめちゃくちゃ強くて、この特性のおかげで攻撃の実質種族値は213、特攻の実質種族値は116にも及ぶんだぜ。とんでもない火力ね。火力だけならなんとかなったかもしれないんだけど、追加効果も2回判定がある仕様がガルーラをトップまで押し上げたぜ。グローパンチ、岩なだれ、大文字。これらの技の追加効果はメガガルーラが使うとこんな感じになるぜ。グローパンチが剣の前になっちゃってるじゃない。第6世代ではガルーラ、ゲンガー、ガブリアス、ボルトロス、バシャーモ、スイ君という結論パがあって、オンライン大会の上位はこのパーチで埋め尽くされるほど強かったんだぜ。メガガルーラに対する具体的な対策ってなかったのかしら。メガガルーラだ。メガガルーラ強すぎるわ。あら、ミミッキュは可愛いから私も好きよ。ミミッキュは可愛いだけじゃなくてとんでもなく強いんだぜ。第7世代の対戦で使用率1位を取り続けたポケモンなんだ。そんなに強いの？第7世代では Z クリスタルというアイテムが追加されて、1試合に一度超強力な Z 技を使うことができたんだ。かつメガ進化も続投。結果、火力インフレ環境が出来上がった。ミミッキュの特性は、どんな高火力の技でも一度打ち消すことができる化けの皮で、当時の化けの皮は HP 消費がなかったから、気合のタスキを持たせたら合計3回まで攻撃を受けることができたんだぜ。それは強力そうなんだけどメガガルーラの親子愛で倒せないかしら？ああ、メガガルーラの親子愛には修正が入ったけど、
岩なだれでひるみを狙ったり、メガ進化前に猫騙しを打てば倒せるぜ。じゃあやっぱりメガガルーラが最強なんじゃない？火力が低下した他に、Z 技の効果力で一発 KO されるシーンが増えたんだ。耐久値はそこそこだしな。環境的に厳しい要素が増えたのね。一方ミミッキュは環境終盤に、ボカボカフレンドタイムという威力190の Z 技が打てるようになって、ますます強くなったんだぜ。ミミッキュの対策はどうすればいいの？型破りで化けの皮を貫通できるドリューズ、スキルリンク持ちのパルシェンあたりが有力だぜ。この辺は剣立ての環境とあまり変わらないかもな。確かにミミッキュは強そうなんだけど、最強って感じがあんまりしないわ。そうかもな。ミミッキュは相手のパーティをスイープする役割じゃなくて、とりあえず入れとけば活躍するポジションだったしな。ただ、ミミッキュなしで第7世代は語れないんだぜ。次はいよいよラストね。ちょっとマリサ、伝説が混ざってるわ。ザシアンは伝説だけどランクバトルで使えるからいいかなと思ってな。冒頭で言ってた通りエースバーンが最強なのかと思ってたわ。エースバーンも間違いなく環境上位に位置するポケモンだ。特性リベロと第8世代で追加された、ダイマックスとの相性が抜群で、広範囲のタイプ一致技が打ち放題なんだぜ。巨大火球はミミッキュにも強そうだしそれだけ聞くと最強にふさわしそうね。だが伝説と比較すると見劣りしてしまう部分はある。単純に種族値が足りないんだ。厳しい現実だわ。数ある伝説の中でザシアンが1位なのはどうして？これまた単純な話なんだが、種族値が圧倒的に高いんだ。素早さ種族値は禁止級を入れてもレジエレキ、クロバドレックスぐらいしか抜けるポケモンがいなくて、不当の剣発動時の実質攻撃種族値は281。しかも専用技の居住山はダイマックスを無力化できる性能なんだぜ。831なんて種族値、聞いたことないわ。耐久はメガガルーラ以上、複合タイプも優秀。剣の舞があるから数値で受けることもできないポケモンだ。どうやって倒せばいいの？ザシアンにはザシアンなの？それも手だけど、数値受けできないってとこがミソだ。どういうこと？タイプと特性を活かした受けは成立するんだ。特性天然のヌオなら不当の剣で上昇した攻撃力を無視できるから、受け切ることができるぜ。種族値にこれだけ差があってもヌオが勝つって面白いわね。ちょっと駆け足になっちゃったけど、レイムどうだった？世代が変わるごとに最強のポケモンが変わっていくのが面白かったわ。ならよかったぜ。他にも最強候補のポケモンがいたらコメント欄に書き込んでいってほしいんだぜ。紹介したポケモンに共感できた人は高評価やチャンネル登録よろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。